目に見えてるものは簡単に断捨離できても、なかなか手放せないもの、それがデータです。写真とか動画とか、そのようなものをどんどんクラウドストレージにアップしていって、クラウドの容量が増えていって、毎月課金する料金が増えているって方いませんか？私もそうです。そして、今回はそのクラウドストレージを整理して、クラウドストレージそのものを手放すということをやっていきたいと思います。そこにたどり着きました。申し遅れました。時丸田中です。ね、なかなかクラウドって難しいですよね。で、最近私Adobe の Lightroom っていうのを使ってるんですけど、もう今年に入ってから1480円にアップして1テラで。で、それまで1100円ぐらいで使えてたんですけどね、300円ぐらいアップしちゃってて、なかなかね、1年にしてみると17000、18000円ぐらいかな、かかっています。で、結論言うと、これにもまとめることにしました。はい。ポータブル SSD に全てのデータを入れて、ローカルで扱うってことにトライしていきたいと思います。で、これ実は、今年入ってからもうずっとその試みをやっていて、で、ようやく、その完成形というか、移行の兆しが見えたってことで、今回ちょっと皆さんに共有したいなと思います。で、私はもう10年以上ですね、15年ぐらいもその写真業界に関わってきて、フォトグラファーとしてずっと活動してきて、いわゆるプロとしてその写真のデータを扱うみたいな仕事をずっとやってきました。で、最初はですね、やっぱりクラウドが始まる前っていうのはみんなローカルだったんですよ、保存が。で、みんなハードドライブとか、ハードディスクとかに保存をしていたと。で、僕もPC とか、で、あるいは自分でNAS っていうシステムを組んで、いわゆるバックアップが自動で取られるような、ミラーリングっていう風なハードディスクのシステムを家で作ってました。で、それはサーバーみたいなもので、一つのデータが、ハードディスクが壊れたとしても、そこを入れ替えるだけで勝手にバックアップしてくれて復元してくれるっていう風な仕組みです。で、今もそれはあるんですよ。で、今、むしろそっちが結構盛り上がってきていて、で、クラウドっていうのはいろいろ問題があると。最初に話したように一つ目はお金の問題ですね。金額がかかると毎月、サブスクみたいな感じで料金がかかってきますと。で、最近世界中で扱うデータの容量っていうのはどんどん増えていく一方ですので、そのストレージのサービスを提供している側も料金を値上げしています。最近は物価の高騰もありながらエネルギーとかそういう半導体とかの料金も上がっているので、基本的にそのストレージの料金も値上げされていく傾向にあると。で、今後も多分それが続いていくだろうなと思って。で、やっぱりそうなってくると、ドライブとか、ローカルで持った方が結果的に安いなってことにはなるんですよね。で、もちろんそしたらそのメリットとデメリット、両方あって、で、やっぱクラウドの良さっていうのはどこからでも引き出すことができるし、で、自分の家にそのハードディスク、物理的なものがないので、そのデータがですね、結構守られやすいと。で、いわゆるその大きな、企業に関しては、いろいろ世界中に分散していたりとかするので、一つのとこが何か災害とかでやられたとしても、データの安全が結構保証されるっていう場合がある。で、一方ですね、こういうふうなポータブル SSD のメリットっていうのは、まずね、買い切りであるっていうことです。はい。これ買い切りなので、これ一つ買ってしまえば、その後追加の料金はかからない。そしてデータの転送が早いってことです。で、クラウドっていうのはやっぱりインターネットがないと、その写真とか動画とか、そのデータを引き出すってことができないんですけど、これはもうインターネットなしで使えますよね。だからそういう意味で、ネットがない環境でバンバン使えるので、移動中とか、その旅の間とか、そういう時も全く困ることがないと。そして、引き出しの速度とか読み出しの速度も速いので、インターネットよりもですね。なので、そういうメリットがあると。ただ、デメリット的には、今度クラウドとの逆で、これを紛失してしまったら終わり。そして、これ自体の耐久性があるので、水に濡れたりとか、結構衝撃を与えたりとか、そういうので、データが一発でダメになってしまう可能性もあるってこと。大体特性的にはそういう感じだと思います。で、だから自分はずっと最初ローカルでね、やっていて、で、2017とか18年ぐらいかな。かなり自分の持ち物を減らした時に合わせてハードディスクとかもうローカルをやめようと思って、で、すべてですね、こういうドライブ系を一旦手放したことがあるんですよ。で、そこから自分のクラウド環境っていうものが始まりました。で、それ以来は、
動画はどうしてもローカルになるんですけど、写真とか自分のその他の文章とかそういうふうなデータ、必要なデータに関しては全てクラウド上に置いてアクセスをするということをやっています。で、使うサービスも分けていたりしますね。そのクラウドサービス一つに依存するわけじゃなくて、そのいろんなものに依存していくっていうか、分散して保管するみたいなことをやっていました。で、完全クラウドに移行する前にですね、実は、このよくカメラとかに入っている SD カードですね。こういう SD カードに移行するっていう前段階を踏んでいます。だから完全にクラウドに移行するっていうのは結構自分の中でその時ハードルが高かったんですよね。やっぱりどうしてもローカルでバックアップ取っておきたいってものがあったので、これのですね、500ギガぐらいの容量の SD カードを買って、できるだけその重さと容積を抑えて、で、これに自分の全データを保存するみたいなことをやってる時期もありました。で、最終的に、それからその自分のクラウドの中のデータ整理が完了した後に、今度この SD カードももう手放せるなっていう段階が来て、で、それから SD を手放したっていうふうな経緯です。で、しばらくは、それ以降はずっとクラウド環境だけで、写真とかね、自分のデータの整理みたいなものをやってきたんですけど、で、ここに来てですね、これに移行すると。そして、クラウドの方を手放してしまうっていう風な作戦に出たわけです。で、今年の初めくらいからそれを模索し始めて、やっぱりね、苦戦するのはデータ整理なんですよ、結局。で、自分のライトルームに入っていた写真がおよそ10万枚近くありました。9万5千ぐらいあったのかな。で、それをバンバン減らして、今ね、もうだいぶ途中までもう移行してる段階なんですけど、今だいたい5万とかぐらいになっています。で、いろいろその、ライトルームの中でアルバムが作られていたりとか、自分のこれまでやっていたプロジェクトとか、あるいはその継続中の写真のプロジェクトみたいなものがあったりして、やっぱりそのライトルームの中でも結構そのフォルダ分けみたいなものが煩雑だったりします。で、これ大体多分使ってる人わかると思うんですけど、結構そういう状況があるんじゃないかなと思いますね。で、それをね、やっぱりそう整理するのに時間がかかると。で、その年ごとに自分のその写真のセレクトとかをかなり絞ってできればいいんですけど、やっぱりそういう完璧にはやっぱできないんですよね。で、やっぱりそのなんか物と一緒で、この写真は後から使うかもしれないとか、後から役に立つかもしれないっていうふうに思ってしまうと。で、これはどうしてもその自分が撮影者であるっていうことがあって、で、後からその写真集でまとめたりとかね、いろんな使い道があったりするので、結局その写真っていうのはそのセレクトの前後みたいなものが大事だったりするし、いわゆるそのコンタクトシートっていうね、フィルムだったらこう、一連の36枚の流れみたいなものがあって、この、だから決定した写真のその前後の写真がどうなってるかみたいなものが結構興味深いんですよ。これ普通に見る人にとっては全く意味がないことなんですけど、自分にとっては、撮ってる側としては、そのコンタクトシートの決定写真の前後とか、そういうこう流れみたいなものが、かなりその記憶を呼び起こすキーみたいなものになったりとかするんですよね。そういうこともあってなかなかその消せないってことが続いていたんですけど、ある程度そこはざっくりと割り切って、バーッと削除していって、で、あとはロー現像を一緒にやっていくっていう作業をしています。はい。なので結構そのローデータみたいなもの、ローで撮ってるような写真とか多いので、それをですね、アウトプットするときに、これに移行するときに JPEG 化して、で、かつ、ちょっと容量もダウンサイジングして保存していく。で、つまりアーカイブみたいなものを作るってことですね。これまでのもう十数年あるんですけど、十数年分の写真があるんですけど、それの、アーカイブを作るみたいな感じで作業を進めています。はい。大体その2008年とか9年ぐらいから2015年ぐらいなんで、もう本当に15年分ぐらいの写真が10万枚ぐらいあると。で、同時に、動画みたいなものもあると。多くはね、本当つまらないものですよ。昔、ラーメンの写真とかね、たくさん出てきたりとか、自分がその行った場所で、ね、わけわかんない
ガラスのちょっとフレームっていうか扉みたいなものを連写してたりとか、あとはなんか花とか果物とか人とか、その時出会った人とかのポートレートを撮ってて、なんかそういうものとかがものすごくあるんですよ。いろんな塊であるし、まあ自分のなんか人生を走馬灯的に表現できるような、脳の外部化みたいな感じで、脳の外部装置みたいなものとして、まあ、自分のライトルームのライブラリっていうのは機能していました。で、ライトルームっていうのは結構検索性がやっぱり便利で、アドビ先生っていうAI が結構強化されているので、例えばクラウド、まあクラウドにクラウドって変だけど、なんか例えばフードとか、フラワーズとか、なんかそういうデスクとか、なんかそこ物の名前とかを入れると、それを勝手に検索してくれて出してくれたりするんですよね。で、あとは顔認識の機能が結構強いので、まあ、people っていう機能で、人々の顔とか人名とかで検索ができるようになってたりとか、だからそういうものはものすごく便利です。で、かつ、スマートフォンでも、この PC でも扱えるっていう感じで、すごくね、クラウドいいんですよね。クラウドには、クラウドの良さがあるし、で、ますます、最近 AI が入ってきてることによって、バックグラウンドの機能とかが強化されていると。で、おそらくもう少し時間が経てば、大容量通信みたいなものができるようになると。まあ、衛星からも。まあ、もちろん光とか速いですけど、例えば3G、まあ、4G か、4G、5G の、回線で、どこにいてももう何テラレベルの写真をクラウドとやり取りできるみたいな状況になれば、また多分もう一段ですね、クラウドの状況は変わってくるとは思うんですけど、ただね、データ通信の進化はあったとしても、多分料金っていうのは、のしかかってくると思うんですよね、負担として。やっぱり容量が大きくなって、そういう機能が追加されて、で、ストレージの容量が増えてってなると、今度結局、そこにやっぱり、それなりの対価を支払わなければならないっていう状況になるので、で、ここ数年でね、私が使っていたのも1100円から1500円近くになっていると。まあそうなった時に、まあこれのね、ディスクを買って、まとめていく。まあこれ、まあだいたい2万円ぐらいですので、まあ1年ぐらい使えばですね、もうそれ以降は、料金はかからないという風な感じになってきます。これはね、ちょっと動画用のやつなんですけど、僕は写真用に、今ね、新しくもう一つ注文しました、これを。サンディスクの SSD を。で、今回写真用は1テラにしてます。はい。で、今ライトルームで使っていたクラウドの容量が1テラだったので、それと合わせてですね、もう1テラにすると。で、まあ今写真を撮る枚数っていうのがまあ以前よりはだいぶ減っていて、まあほとんど動画、まあこういう YouTube の撮影みたいなものになっているので、あとはちょっとプロジェクトで関わっている、動画の仕事みたいな感じになっているので、そんなにね、ないんですよ。仕事で使う機会もね。だからそれもあって、まあ今回写真からの脱却みたいな感じで自分の中では。で、これへの移行が、できたかなと、踏み切れたかなという感じがしています。まあとはいえね、まあ写真の仕事とか、まあちょいちょいあるにはあるので、じゃあそういう時はどうするかというと、そういう時別に、その時々でですね、キャプチャーワンとか、ライトルームを契約して、で、それで作業していくと。やっぱりどうしても仕事の撮影になると結構バッチ処理とか、まあ、たくさんの写真とかを扱うっていう、必要があるので、一気に扱って、しかも同じ条件で作業していくってことが必要になるので、なかなか、やっぱライトルームとか、キャプチャーワンがないと厳しいことが起こるんですよね。で、あった方が楽なんですよね。だからそれをまあ毎月ですね、まああるたびに3000円とかですけど、契約して使っていくと。で、バックアップはきちんと PC 側と、この SSD にダブルで保存しておくと。そうしておけば、まあ仕事もクリアできるかなと思っています。じゃあライトルームのクラウドを手放してからどういう風な作業環境にするかというと、基本的には Apple の純正の Photos っていうフォトアプリを使おうかなと思っています。で、これはまあ、PC でも使えるし、iPhone にも入っているようなアプリですね。でね、結構ね、昨年ぐらいからね、色調整だったりとか、ヒストグラムでちょっとカーブ使えたりとか、地味にね、あれも進化してるんですよね。で、まあ iCloud 使えば、クラウドとの同期もできるので、まあクラウドに課金しなければね、まあ無料範囲で多分5ギガぐらい使えますよね。Apple の iCloud は。だから5ギガの範囲でその時必要な写真だけを同期させながら、
使っていくみたいなことはできると思うので、フォトスを使おうかなと思ってます。で、もちろんそのクラウドにつながなければ、ローカルでの写真はいくらでも扱えるので、これにまとめた写真をそのフォトスから扱うみたいな方法でやってみようかなと思います。で、もちろんね、その無料のアプリ、写真編集アプリみたいなものはたくさんあるので、そういうものをローカルに入れてもいいんですけど、結局ね、やっぱ使いやすさとどこでも使えるっていうのと安定感みたいなものが必要で、そうなってくると結構やっぱ純正のアプリって強いなって思うんですよね。どうしてもその Apple ベースでね、誰もが iPhone で撮影をして、そのフォトスで編集するってことになると、写真が似てくるってことはあるんですけど、写真のトーンみたいなものに特別こだわりがない人であれば、完全にドキュメンタリーというかね、記録としての写真を撮るような人であれば、全然そのフォトスでね、いけるのかなと思っています。で、これはね、ちょっとまだしばらく環境を変えて、自分がちょっと使ってみる必要があるので、実際使ってみて何かまた気づきがあれば共有していきたいと思います。はい、写真に関してはそんな感じです。で、写真以外のデータに関しては、自分はその Apple のクラウド使ってたりとか、あと Google 使ってたりとか、ドロップボックスですね。ドロップボックスとか使ってたりとか、そういう風な感じで分散してやってます。で、必要に応じて、クライアントとか企業に渡すようなデータとかもたまにあったりするので、そういうものはちゃんとセキュリティがあるようなもので、受け渡しをしたりとか、そういう風な工夫をしたりしています。今回タイトルのように、そのクラウドサービスを手放すっていう意味では、自分が課金していたクラウドサービスはライトルームだけだったんですよね。他はもうすべて無料の範囲で使用しています。だから結構、その一つに集中させると、やっぱりそこで容量が足りなくなって課金しなければならないって感じになるんですけど、なんとなくね、分散するとね、結構回るんですよね。例えばその iCloud だったら5ギガでしょ。で、Google ドライブ多分15ギガぐらいまで使えますよね、フリーで。で、15ギガ使えて、で、ドロップボックスも確か3とか、3ギガぐらいだったと思うんですけど、だからそれを合わせると、23ギガとか使えるわけじゃないですか。だから、やっぱ写真とか動画っていうデータがやっぱりどうしても重くなるので、それは別にローカルで扱っていく必要があるんですけど、そうでなければ、その他の結構書類系のデータっていうのは軽いので、23ギガぐらいあればね、全然事足りてしまうんですよね。で、そういう文章のテキストデータとか PDF データの細かな整理テクニックみたいなものはあるにはあるんですけど、ちょっと長くなりすぎるので、今回は、動画と写真に関してね、ライトルームのクラウドを手放してローカルに移行するっていう風な話でした。で、その写真の整理方法とかセレクトとか、そのフォルダの整理の仕方とかは詳しくはですね、自分のコアメンバーシップでも話してますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。やっぱり人によってね、そのデータの管理の仕方とか使い方によって方法は違うと思うんですけど、容量が今後どんどん重くなって、そもそもそのカメラで撮れるね、容量ももう大体何でも 4K 撮れて、で写真も横が4000とか5000ピクセルみたいになって、もうだいぶ大きな、普通のその一眼レフとかミラーレスで撮ったような写真と変わらないような容量になっているので、今後ね、どんどんその重くなって容量を圧迫していくってことにもなりますので、そこは共通の課題としてあるかなと思うので、ちょっと今後もいろいろ考えていく必要があるかなと思っています。はい。ということで、この動画が何かのヒントになれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の放送で。チャウチャウ。